かつて何があったのか、我らほとんどの妖怪は何も知らぬ。第6章第2話妖怪の集会揺らぐものは。原作語り春美月。カッパがある程度山を下ったところで小ぶりな銀色の狼と出会った。千里ババが言ってた小狼はこいつだな。よう、ババから事情は聞いたか。おいらは村へ降りる。お前は誰を連れてくるんだ？カッパが聞くと、小狼はキラキラした目を村のある方に向け、そしてカッパを見て、ひょいっと鼻先を自分の背中に向けた。なんだ、背中に乗っけてくれるのか。そんなに早く行きたいのか。どれ、行きながら話そう。カッパはそう言うと、小狼の背中に乗せてもらった。小狼といっても、小柄なカッパは余裕で背に乗れた。艶やかな銀色の毛並みが美しく、そのふわりとした首周りに手を回して振り落とされないようにした。そうか、お前、銀って言うのか。人間のわっぱに助けてもらったんだな。ゴロータとかいうわっぱと同じ村か。カッパが言うと、銀は一声泣いた。なんだ、もう元気いっぱいになったんだな。やっぱ銀狼族は月の加護があるっていうだけあってすげえな。銀の背中に乗って瞬く間に村に近づいたカッパは慌てて銀の首根っこを掴んで止めた。ちょっと待て待て。堂々と言って人に見られたら騒ぎになるぞ。朝霧に紛れろ。忍び寄れ。そう言ってみたものの、日も少しずつ昇り、朝霧ももう晴れかかっていた。カッパはどうしたものかと思ったが、もともと気配を消すのが得意な銀狼。忍び足でもまあまあな速度で走り、その上で気配も消せた。カッパはそんな銀を見て感心した。銀は気配を消すと同時に気配を探ることにも長けていた。早起きな村長の気配を察知し、すぐさま迂回した。村長の家の鳥小屋でも、鶏がわずかに反応した瞬間、音もなく家の陰から隣の家へ。カッパはますます感心した。もう朝日もしっかりと昇り、たちまち村人たちは起きてくるだろう。とそこへ、今まさに会いたい五郎太が家から出てきたではないか。母さん、僕、水汲んでくるよ。五郎太の声がかろうじて聞き取れた。家の脇にある水桶を持って、川に水を汲みに行くところだった。カッパはすかさず、五郎太の足元に飛び込み、腰に飛びついた。うわ、なんだなんだ。五郎太が飛び上がって掴んできたものをひっぺがそうとした。しー。カッパは必死にしがみついて顔を上げた。五郎太はそれがカッパであると認識しても心臓がバクバクと打ち鳴った。銀が刹那に脇に走ってきた。カッパに、あの時の狼かい？
五郎太は声を静かに狼に問いかけた。銀は尻尾を振って五郎太に挨拶をした。五郎太、どうかしたのかい？五郎太の母親が家の中から出てくる気配がした。カッパは急いで銀の背に乗り五郎太に伝えた。今晩だ。じじが眠りに入る。亥の刻までにどうにか山に入れ。あとは迎えに行く。娘っ子と銀を助けたわっぱも連れてこい。早口にまくし立てるだけまくし立てて、カッパと銀はあっという間に姿を消した。五郎太にとっては、狐につままれたかのような一瞬の出来事だった。しかし、ただごとではなさそうだ。そう思った五郎太は、早くこのことを咲や銀太に伝えたくて、猛ダッシュで小川まで走った。背後で五郎太の母がなんだなんだと言っていたが、気にも留めずに走った。水桶からバシャバシャ水が飛び出すほど大急ぎで帰った。帰る頃には水は半分ぐらい減っていた。家の戸の前に水桶を置いて、母さん、汲んできたよ。こぼしちゃったから、後でまた汲んでくるから。と、その前から大声で呼びかけ、再び駆け出した。またもや背後で、何なんだ一体。と、五郎太の母が叫んでいたが、後で怒られたとしても甘んじて受けようと思い無視して走った。さきはまだ寝ているかもしれない。先に銀太だ。さきの家の前を素通りしようとすると、犬の花が相手して欲しそうにウォンウォン吠えた。花、ダメだよ、静かに。五郎太が花にそう言うと、花はクークーと鼻を鳴らして、しょんぼりとお座りした。銀太の家に来ると、銀太の母が五郎太と同じように水桶を持って川に水を汲みに行くところだった。おばさん、銀太は起きてる？五郎太は息も絶え絶えに聞いた。額から汗がどっとあふれた。あら、五郎太ちゃん。どうしたんだいそんなに慌てて。銀太なら今さっき起きて栗を拾いに。僕、手伝ってくる。銀太の母親が言い終わるよりも先に五郎太は駆け出した。銀太の家の裏には栗の木がある。まさに今、丸々と太ったイガグリがボトンと五郎太の目の前に落ちてきた。木の根元で銀太は背中にカゴを背負い、火ばさみでひょいひょいと慣れた手つきでイガグリを背中のカゴに集めていた。銀太。五郎太が呼びかけると、銀太はカゴ越しに振り返った。銀太、いや、銀が来たよ。今さっきだ。五郎太は小狼と言おうとしたが、こんなところで狼なんて言ったら大騒ぎになると思い、かろうじて言葉を飲み込んだ。銀太は驚いてあたりをキョロキョロした。もう今はいない。そう言うと、五郎太はあたりに目を配らせて声を落とした。いいかい？今夜家を抜け出せるかい？亥の刻までに山に入れってカッパが。あとは迎えに来るって言ってた。じっちゃんが、人食いじじいが眠るとかなんとか。僕も一瞬だったから他には何も聞けなかったんだ。
五郎太は銀太が持っていた火ばさみを取り上げて、小声で話しながら銀太のかごにイガグリを放り込んでいった。銀太は山の方を見つめながら、また銀に会えるかもしれないという期待で、頬がみるみる高揚していった。それを見ていた五郎太も、なんだか胸がドキドキして、今にも山まで駆け出してしまいそうだった。もちろんそうはいかない。子供が帰ってこないと村人総出で山探しに入るはずだ。夜、皆が寝静まってから絶対見つからないように抜け出さなくては。五郎太と銀太は見つめ合い、おのおの神妙にうなずいた。それだけでお互い何を考えているのかよくわかった。夜、家を抜け出せたら僕の家のあたりで待ってる。見つからないように布団に何か詰めとけよ。先にも伝えてくる。そう言うと五郎太は銀太の肘あたりをバシッと叩いてその場を去った。もう朝日も高くなり、村人は皆朝仕事にせわしなく動いていた。先の家まで戻ってくると、先ももう起きていて、小さな手まりで花と遊んでいた。花はまた五郎太が戻ってきたことに喜び、五郎太に飛びかかって顔をペロペロ舐めた。尻尾はブンブン。五郎太はよろめきながらそれを受け止めた。おはよう、五郎太ちゃん。さきはその様子を楽しそうに見ながら言った。さき、大事な話がある。五郎太は花を何とかなだめて、さきを連れ立って場所を変えた。今の時間ならもう小川の方も人は少ないだろう。小川まで来ると川にかかる小さな石橋に二人は腰掛けた。五郎太ちゃん、話ってどうしたの？さきが聞いた。さっきカッパが来たんだ。さきが大声を出すものだから、五郎太は口に人差し指を当てた。しー。さきは慌てて両手で口を押さえた。銀太が面倒見てた小狼もいたよ。今夜、亥の刻までに山まで出てこいって。なんでもじっちゃんが眠りにつくって言ってたけど、どういうことかはよくわからない。さきは両手を口に当てたまま、目を見開いて何度もうんうんとうなずいた。さきも来るようにって言ってた。さき、夜大人が寝た後まで起きていられるかい？それからこっそり家を抜け出せるかい？僕が家の前まで迎えに行ってあげる。亥の刻までに山へって言ってたから、半刻前には村を出たい。銀太も僕の家のあたりで待ってる。さきは両手を口から離して両脇に拳を作っていった。大丈夫。頑張るよ。うちお母さんたち、亥の刻にはもう寝てるから、ぐっすりね。うちもだ。それじゃあ、犬の刻にはさっきの家まで迎えに行くよ。外に出てる人はいないかもしれないけど、念のため隠れてて。わかったわ。さきは今度は顔の前で両手を組んで力いっぱいうなずいた。それじゃあもう帰ろう。さっき水をあまり汲めなかったからもう一度往復しなきゃ。
五郎太は立ち上がりながら言った。暮れ6つ。日はもう半刻も前に落ちた。田舎の小さな村ではもう誰も外を歩いていない。五郎太は緊張で晩飯もうまく喉を通らなかった。次第にそわそわしてきた。母親が早く寝ることを願って寝たふりをすることにした。そのまま本当に寝てしまわないように気をつけていたが、思っていたより早く母親も床に着いた。そのまま半刻ほど待ってみた。もうそろそろいいだろうか。五郎太は寝床を抜け出し、布団の中に自分の身代わりとなるように空っぽになった水桶を布団の中に突っ込んだ。布団の膨れ方が不自然だったが、あとは手で何とかそれっぽく整えた。足音を立てないように、そーっと家を出ようとした五郎太だったが、ふと思い立って、人食いじじいからもらった紫水晶の原石を入れた巾着を手にした。カッパは迎えに来るって言ってたけど、もしもはぐれてしまった時には、これが役に立つだろう。五郎太が家を出ると、すでに影に隠れて待っていた銀太が声をかけてきた。五郎太。五郎太は飛び上がりそうになったが、銀太だと気づいて安堵した。早かったな。僕、まださきを迎えに行かなきゃいけない。もう少し待ってて。五郎太が言うと、銀太は一つうなずき、スーッと影に隠れた。もともと存在感が薄いだけあって、影に隠れてじっとしていると、そこにいると知っている五郎太でも見逃してしまいそうだった。表を通れば、もし人がいれば気づかれてしまう。五郎太は裏から回ることにした。あたりはもう真っ暗だ。ほとんどの家が火の始末をしていたので、光源は月の光と星ばかり。心臓の音があまりにも大きく聞こえた。どうか家の中の人に聞こえませんように。なんとか先の家にたどり着いた。花が真っ先に気づいたが、尻尾を振るだけにとどまってくれた。賢いぞ。五郎太は花の頭を撫でてやった。すると、花の後ろからおずおずと咲が顔を出した。咲。五郎太はほとんど息だけで声をかけた。手招きをして再び家の裏に回り込んだ。咲も花に待てと言って五郎太の後に続いた。なんとか無事五郎太の家まで戻ってこれた。銀太とも合流し、一行は山へと急いだ。伊の国までには間に合うだろうが、今がどれくらいかわからなくなってきた。村から離れると、もう駆け足になっていた。山のふもとまでやってくると、木陰にカッパと銀狼の姿が確認できた。銀太が叫んだ。すると、銀は一目散に銀太へと駆け寄った。よし、よくここまで来た。思ったよりみんな早く来られたな。銀太と銀が再会を喜び合っていると、カッパが銀の後ろからやってきた。
カッパと、おやおや、銀狼の子狼が他にも3頭。こいつら銀の仲間だ。背中に乗せて山を走ってくれるぞ。そう得意げに言うと、カッパは一頭の子狼の背に乗った。子狼というより、もう大人の一歩手前という頃合いだろうか。銀も怪我をした時よりもだいぶ大きく成長していた。若狼たちに促され、銀太は銀の背に、五郎太とサキも他の若狼の背に乗ってみた。銀狼の毛はとても美しく、淡い月明かりでもキラキラ輝いていた。そして何よりも腕を回した首周りがふっかふかだった。乗ったか？よし、行くぞ。寄り合いまで時間は十分ありそうだ。三人とカッパを乗せた4頭の狼は、軽やかな足取りで山を駆け上がった。背に乗せた子供たちが木の枝や草に当たらないように少し開けた獣道をかけてゆく。途中、カッパの皿が乾くからと、たびたび狼の足を止めて水をかぶって皿を濡らした。川から行ってもよかったが、おいらが泳ぐよりこいつらの方がよっぽど早いからな。しかし、早すぎてすぐにおいらの皿が乾くのが難点だ。3度目の皿洗いならぬ皿濡らしの時にカッパが言った。途中、熊の親子と出くわしたが、熊は特に襲ってくる様子もなく、目配せをして子熊を従わせ、茂みの中に消えていった。襲ってこない。恐る恐るサキが聞いた。基本、オイラたち妖怪にはやたらめったに襲ったりはしない。オイラたち住み分けはできているからな。カッパが答えた。そして一行が先を急ごうと再び走り出そうとしたその時だった。先ほどの茂みの奥から突然熊が立ち上がり、雄たけびを上げた。ものすごい形相で牙を向いて威嚇した。一行は思わず身構えたが、ただし熊の視線はこちらとは全く違う方を見ていた。うおー！何か巨大な影が熊に体当たりをかました。熊はひるんで一度後ろに下がった。その際、熊に体当たりした何かが見えた。は？おめえ何やってんだ？カッパがすっとんきょうな声を上げた。巨大な影の正体は博士だった。カッパの声に一瞬こちらを見た博士。しかし、再び熊が立ち上がったので、博士も臨戦態勢に入った。もはや熊対熊のような対決だった。ちょっと待ておめえら。カッパの言葉を合図に、カッパを乗せた若狼がさっと熊と熊、いや、熊と博士の間に割って入った。カッパは若狼の上で両手をブンブン振り回し静止した。若狼はそれぞれに睨みを利かせ、うなり声を上げた。その様子に威嚇していた熊もまだ牙を向いていたものの、鋭い爪を携えた腕を下ろし、博士に視線を合わせたまま、少しずつ後退した。
そして幕府がこれ以上襲ってこないことを確認して、子熊を連れて再び茂みの中へと姿を消していった。それを見てほっと胸をなで下ろしたのは幕府以外の者たちだった。幕府は獣のようにうなっていた。まさか本気で熊と対峙するやついるか？というか、その前にこいつの存在すっかり忘れていた。カッパの脳内は忙しかった。いや、お前、何やってんだ？熊？こんなとこで。カッパは幕府が熊と格闘するシーンを目撃した衝撃や、幕府の存在を忘れていた後ろめたさなど、脳内がとても忙しかったので、舌がもつれてうまく喋れなかった。おう、カッパじゃねえか、久しいな。相も変わらず荒々しい男である。カッパと顔見知りな様子を見て、五郎太はキョロキョロ。サキや銀太と目が合っても、お互い、と顔に出ていた。カッパ以外は知らない様子だった。いや、お前な、久しいなじゃなくて、ほんの10日ばかり前じゃないか。いや、それより、なんでここに？聞きながら、ほんの少し前に散々幕府に追いかけ回され、じじにまで追われてやれと言われたことを思い出し、カッパは下腹部がヒューッと冷えた気がした。前にじいさんに次会いに来るときは熊肉かイノシシ肉でも土産にするぞと言っただろうが。あはは。その土産は今お前に逃がされちまったがな。しゃあねえ。今日も手ぶらだ。幕府はガハガハ笑っていたが、カッパはとても複雑だった。今、このタイミングで？絶対こいつ、野生の勘がやばすぎる。オイラが呼ぶのを忘れていたってのに、このタイミングでジジに会いに来るか？千里馬場の悟りの能力くらい、すごい野生の勘じゃないか？カッパはまじまじと幕府を見た。誰なの？五郎太は恐る恐るカッパに聞いた。おう、坊主。俺は幕府だ。妖怪退治じゃねえや。狩人だ。今から山奥に住んでる変わったじいさんに会いに行くところだ。カッパより先に幕府が自分で自己紹介した。五郎太たちは顔を見合わせた。五郎太です。サキです。銀太。三人が名前を言うと、幕府は、そんないっぺんに覚えらんねえよ、と言って、またガハガハ笑った。幕府と出会ったのは、千里馬場からさほど離れていない場所だった。一行は間もなく千里の地へたどり着いた。間に合ったな。カッパが言った。今夜の集会まではまだ時間に余裕があったようだ。まだ妖怪はほとんど来ていない。が、すでに先客はいた。千里馬場のすぐそばに、陽子とゆい、英介が立っていた。また知らない人だ。五郎太は思った。よく来たね、人の子たちよ。どこからともなく声が聞こえた。五郎太たちは岩のそばにいるゆいが喋ったのかと思ったが、そうではなかった。声の主は
顔の形をした岩だった。千里ババだ。何千年とここで全てを見てきたババだ。何でも知ってるぞ。カッパがゴロータたちに教えてくれた。こんばんは。何と言ったらよいのかわからなかったので、とりあえず挨拶をしておいた。三郎がよく言っていたものだ。人間まずは挨拶しなくちゃならん。それが礼儀というやつだ。そう言っていた。こんばんは。ゆいと英介がそれぞれ挨拶を返してくれた。おいおい、天女さんじゃねえか。ちょっとぶりだな。麦寺が手を挙げながらでかい声で言った。天女さん？ゴロータたちは目を丸くして麦寺とゆいを交互に見た。いえいえ、違います違います。以前にも言いましたが、名はゆいと申します。私は英介です。お知り合いですか？ゆいと英介が自己紹介をしたが、麦寺は相変わらずガハガハでかい声で笑いながら、そんないっぺんに言われても覚えきれねえ、と聞き覚えのあるセリフを吐いた。ゆいたちの隣で、陽子は9つの尻尾をふさふさ揺らしていた。すごいな。尻尾がたくさんある狐。きれいな狐だな。ゴロータは陽子を見つめた。人の子たちよ、もう間もなくだ。座っており。千里ババがそう言うやいなや、突然さーっと風が押し寄せて、そしてぴたりと止んだ。千里の開けた力は遠くの山まで見渡せたが、あらゆる方角からもやもやっとした影が徐々に徐々に大きくなり、やがて列をなした。影の列の周りにポッポと明かりが灯り、まるでホタルのように影の周りに集まった。それらは次第に大きくなり、こちらへと向かっていた。やべえぞ、やべえぞ。背筋がゾワゾワする。幾重にも集まりつつある光と影の筋を眺めながら、麦寺は身震いをした。ゴロータたちも呼ばれてきたものの、無事に帰れるのだろうかと思うほどだった。幾筋にも伸びた列は、千里の地へ近づくほどに一つにまとまりつつあった。ゴロータたちは無防備に待つのは恐ろしくて、肩を寄せ合い、若い銀狼たちの影に隠れた。それに気づいた若狼たちは大丈夫と言わんばかりに寄り添ってくれた。影はもう目の前だった。ゾワゾワとした気配があたりに広がった。なんだ、なんだ、人間がいるぞ。うまそう、うまそう。なぜ妖怪の集会に人間が混ざっている？たどり着いた妖怪たちは口々に言った。ゴロータたちはさらにぴっちり抱き合った。子供たちをかばうように、麦寺は上からゴロータたちを囲い、そして妖怪たちを睨みまくった。ゆいと英介もゴロータたちのそばにやってきて前に立った。ゴロータは二人も震えていることに気がついた。光の玉がポーン、ポーンと
あちこちで揺らいでいる。そんな中、大きな犬が皆の前に進み出た。皆の者、ババより知らせは来てるであろう。今宵は、ジジを眠りにつかせる際に、ジジと関わりを持った人の子にも参列してもらう。山犬が言うと、妖怪たちはひとまず黙った。しかし、まだ人間に興味津々な妖怪もいれば、不満そうに膨れっ面をしたもの、まがまがしい目つきでじっと見つめてくる妖怪までもいた。銀太は山犬を見て、あの時の山犬だ。妖怪の中でも発言力のある妖怪なんだ。そう思い、少しだけ緊張がほぐれた。山犬の隣に家ほどの大きさの巨大な蛇がずるずると地面から出てきた。まるで別の空間からやってきたように、地面には穴も何もなかった。ひときわ銀色に輝く銀狼の群れが到着した。到着してすぐに若狼たちの姿を見ると、五郎太たちの方へやってきた。銀の家族だ。銀太は思った。先頭にいた2匹の大きな狼が銀太の前でピンと姿勢よく座り、そして頭を下げた。銀狼族がお前に礼を言っている。前の者が銀の父と母だ。山犬が通訳してくれた。銀太は慌ててペコリとお辞儀をした。すると頭を下げた2匹の狼のうち、大柄で大きな傷をたくさん持った狼が頭を上げ空を仰いだ。あおー。太い声の遠吠えだった。すると、それに続いて、他の狼たちも全員、声を揃えて、空を仰いで吠えた。すごい。銀太たちは圧倒された。銀色の毛並みの集団が、皆一斉に空を仰ぎ、吠える姿は、あまりにも美しく、とても神秘的だった。銀太は、ありがとう、とつぶやいたが、あまりもの感動に声が震えていた。その様子を見ていた他の妖怪たちも、銀狼族の恩の前に人間に何かすることは到底できず、ざわつきも止まり、ひっそりとした。さあ、根の刻となった。ババよ、始めてくれ。オロチが太い声で言った。力有し者たちよ。魔の方角からよくぞ知らせを受け取った。千里ババが囁くように言った。皆の者、まず問うのは、かつて世界が分断された遥か古の時代より、力有し者たちがこの地に残り、今の妖怪となった。今もまた、その決断の時が来たやもしれぬ。千里ババが言い終わると、天狗の一人が叫んだ。ババよ、ジジが眠りにつくというだけで、世界が揺らぐとはいかようなことか。かつて何があったのか、我らほとんどの妖怪は何も知らぬ。さよう、それを知るはもはや、ジジが妖怪に転じた頃から
この地に残ったオロチと世を好み。山犬が答えた。妖怪たちはざわついた。カッパはほんの少し前に千里馬場から陽子が稲荷神の一族と聞いたことを思い出した。我は地獄の門番オロチなり。それは遥か古の時代より今なお続く終わりなき役目。ジジが妖怪に転じた際に地獄の門を開けた最初の者がいた。オロチは何百年もの時を経てこの話をするとは思ってもみなかった。古い古い記憶を少しずつ呼び覚ましながら語り始めた。